こんにちは、青22号です。青島の24分の1ランボルギーニウラカンペルフォルマンテを作っています。今回はブレーキディスクの塗装の続きから進めていきます。すでに全体をタミヤビーンラッカーのメタリックグレーで塗ってありましたが、マスキングしてキャリパー部分をシルバーで塗っていきます。ディスク部分をマスキングしていくわけですが、まずは境界のところに細切りにしたマスキングテープを貼っていきます。それ以外の部分はマスキングゾルを使って埋めていきます。境界のところも完全にテープで区切るのではなく、形状が複雑でテープを貼るのが難しいところはマスキングゾルだけで区切ります。こういった細かいところは無理にテープだけでマスキングしようとすると、細切れにしたテープをまるでモザイクアートのように貼っていくことになります。その割にテープとテープの間に隙間ができているのが見つけにくく、結果マスク漏れとなって現れます。マスキングゾルを使えば多少細かくて複雑な部分でもテープを貼る時のようなマスク漏れはかなり少なくすることができるはずです。ゾルは塗りにくいのが一つの欠点ですが、面相筆などの筆を使うことでその塗りにくさもある程度改善できます。筆でゾルを塗ると塗り終わった後の筆の手入れが大変になると思うかもしれませんが、筆にはあらかじめクレオスの筆ピカリキッドを塗っておくことでゾルが筆から剥がれやすくなるので大丈夫です。面相筆を使って主に境界のところを塗ります。広い面積を面相筆だけで塗るのは大変なので、そういったところは少し広めの平筆を使います。いずれにしても容器の蓋についている筆ではなく、こういった通常の筆を使った方が塗りやすくなります。マスキングゾルがある程度乾いたらシルバーを塗っていきます。細かいところを塗るだけなので、希釈は比較的濃いめにしてあります。ただし希釈が濃いとディテールが生まれやすくなるので、塗りすぎにならないようにだけ注意します。ちなみにパーツの裏側については成り行き任せになっていて、特にどの色で塗り分けるといったものはありません。裏側にはディテールらしいディテールがない上に完成後もほとんど見えなくなるので、特に意識した塗り分けはしていません。シルバーが乾いたらマスクを剥がしていきます。マスキングゾルを塗っただけよりも一部テープも併用しているところが少しでもあると剥がすときにつかみやすくなるので、そういった意味でもたとえ一部分だけでもテープを使った方が後々やりやすくなるようです。ステアリングロッドを塗り分けていきます。すでにサーフェーサーを塗ってありましたが、まずは全体の色としてスターブライトジェラルミンを塗っていきます。そしてマスキングして蛇腹の部分を艶消しの黒で塗っていきます。塗り終わったらマスクを剥がしていきます。完成後は全く見えなくなる部分ですが、なぜか塗り分けておきたくなります。カーモデルには大体ついていて、大体完成後に見えなくなるパーツなのですが、大体毎回悩むことなく塗り分けしています。冷静に考えると変な修正です。エンジンはご覧の状態まで組んだ後、全体をセミグロスブラックで塗ってありましたが、その色で残すところをマスキングしてシルバーを塗っていきます。というわけでマスキングしていきます。細切りのマスキングテープで輪郭を作り、その内側はマスキングゾルで埋めていきます。まずは輪郭となる細切りテープを貼っていきます。細切りテープの幅は場所によって細かったり太かったりします。場所によってはテープだけで完結しているところもあります。セミグロスブラックとして残すところをマスキングしていますが、マスキングするのが難しいファンベルトのところは可能な範囲でマスキングして、マスキングが難しいところはシルバーを塗った後に筆塗りで黒を塗っていくことにします。黒を塗ってシルバーを塗ってもう一度黒を塗ることになりますが、多少そういったところが出てくるのはやむを得ないと思います。輪郭となるテープを貼り終えたらマスキングゾルを塗っていきます。ゾルを塗るときに大事なのは厚みが出るように塗っておくことです。少しでも塗ってあれば塗装のマスキング的には問題はないのですが、ゾルに厚みがないと
剥がすときにちぎれやすくなります。ちぎれやすいと剥がすのに手間がかかるので、できるだけちぎれにくくしておいた方が作業効率が上がります。厚く塗ったと思っても、時間が経つと表面張力などで薄くなってくる部分もあるので注意します。というわけでシルバーを塗っていきます。実物のエンジンの表面は光沢でツヤツヤというわけではないので、塗装するときにはそれほどツヤを意識する必要はないでしょう。また鏡面になっているわけでもないので、希釈もそれほど薄める必要はないと思います。表面の形状がだいぶ入り組んでいるので、塗り残しがないことだけ気をつけて塗っていきます。エアブラシのニードルを小刻みに開いて、奥の方までしっかりと塗っていくようにします。開きっぱなしにすると奥の方まで届く前に塗りすぎになるからです。塗ったシルバーが乾いたらマスクを剥がしていきます。シルバーはなるべく時間をかけてしっかりと乾燥させます。メタリック系は通常のソリッド系と違って塗料の中にメタリックの元となる何らかの金属の粒子が含まれています。これが割と剥がれやすいので、剥がれないように気を使う必要があります。マスクを剥がすときはご覧のように塗った表面をベタベタと触ることになるので、塗膜の乾燥が不完全だとそれだけ金属の粒子を持っていかれやすいということにもなります。乾燥時間については具体的には今回は1日置いて乾燥させています。エナメルの黒を筆塗りしていきます。マスキングによる塗り分けでは対応しきれなかったところを筆塗りで保管していきます。エナメル塗料を瓶から小さな容器に移してから使います。容器は使い捨てコンタクトの入っていた入れ物で、大きさがちょうど良かったので使っています。塗料は薄めずに原液で使っています。タミヤエナメルの新品の状態の粘土は筆塗りにちょうどいい状態になっているので、薄めたりはせずにそのまま使います。容器に移してから塗っているのは、実は瓶の中の塗料の粘土を維持するためでもあります。瓶の中の塗料は蓋を開けている時間が長いほど塗料が乾燥して硬くなり、引いては粘土が落ちてきます。ラッカー系の塗料だとシンナーを足してやればほぼ元の状態に戻すことができますが、エナメルの場合はそうはいかないので注意が必要です。ラッカー系はシンナーが揮発するだけで固まっているのに対して、エナメル系は空気と化学反応を起こすことで固まっています。これはつまり瓶の中の塗料がドロッとしてきたからといってエナメル用の溶剤を入れても元に戻るわけではないということです。溶剤を足すと粘性を戻るので一見うまくいったように見えるのですが、実際にそれを使って塗ってみると感触は全く別物になっているのが実感できます。無理にそれらを使って塗ったりするととても塗りにくいので、かえって失敗の元となったり、自分は筆塗りが下手なんだと思い込んでしまいがちです。筆で塗る技術云々の前に、塗料や筆などの道具のコンディションを整えたり維持しておくことがまずは大事だということです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。